はい、皆さんこんにちは。山崎貴健です。本日の動画はですね、前回もやりましたけども、ラバ RGB のバージョン 2.0 をつけていきたいなと思います。バージョン 2.0 なんですけども、前回もちょっと簡単にお話しした通りなんですが、新しくファームウェアの方をですね、マイクロ USB の方を接続してアップグレードすることができますということになっています。それから前回ちょっとご紹介したですね、カラーパレットの変更ですね。前回4つだったんですけど、今回は8つのパレットをサポートしているということです。今回はですね、この赤白ファミコンの基板になります。なので、これ後期型になるんですけども、ユニットの取り外しがちょっと難しかったりですとか、PPU ですね、こちらになるんですけども、はい、PPU の取り外しがちょっとめんどくさいということがあるんですが、こちらのファミコンの方をですね、RGB 化することによって、画質はどう変わるのかというところをですね、ご覧いただければいいのかなというふうに思います。はい。それではですね、まずやっていかないといけないところなんですけども、前回同様、PPU を取り外します。それから、このユニットですね、RF ユニットでいいのかな、はい、を取り外すというところと、あとですね、電解コンデンサーを取り外さないといけないんですけども、こちらを取り外すと。実はこのラバ RGB の説明書、ちゃんと案内があるんですよね。下の方に、はい、ここですね。に書かれてまして、ファミコンインストールガイドの方を、例えば、開きます。これがマニュアルになるんですけども、画面の方見ていただいた通りなんですけども、FF マークのついてないですね、HVC CPU05 には取り付けができませんと。で、HVC CPU07 には取り付けができます。で、FF マークがついたですね、HVC CPU GPM01 と HVC CPU GPM の02には、取り付けができますよというふうに書かれています。で、これをですね、よく下の方まで読んでいきますと、はい。内容物が書かれていますので、まず、内容物を確認していきたいなと思うんですけども、その前にですね、はい。ファミコンからこれからね、買ってやってみようという方もおられると思いますので、はい。事前にご説明しておきますと、実はですね、マニュアルに使われている、この基板の型番ですね、が HVC CPU07 を使って説明がされています。で、これでですね、例えばこれ、今、これ後期の基板なんですけども、後期の基板のこの基板のパターンとですね、この HVC CPU07 のですね、基板パターンは若干違います。なので、これをですね、見て、英語をね、例えば、チャット GPT とかに翻訳してもらったとしても、どこにつけるのというところがわからないとですね、取り付けができないと思います。なので、私の方でですね、一旦こちらの方の、基板のですね、信号がどこから出ているのかというところをちょっとお調べしてみましたので、それを元にですね、組み付けていきたいなと思います。で、これはおそらくですね、HVC CPU GPM の01ですね。ほぼほぼ似てるんじゃないかなと思いますので、はい、一応参考に、見ていただければいいのかなと思います。はい。本日の動画は、ラバ RGB のバージョン2をですね、赤白ファミコンに取り付ける、しかも後期型ということで、はい、進めていきたいなと思います。それでは本日の動画も、よろしくお願いいたします。それでは、どうぞ。はい、それではですね、内容物の確認をしていきたいなと思います。例のごとくというかですね、やっぱりこのポチプチにですね、しかも静電気を帯びないタイプ、エアークッションじゃなくてですね、静電気を帯びまくるタイプの、プチプチにくるまれて、発送されてきました。はい。なので、一旦一個ずつ開けてですね、ちゃんと内容物が入っているのかどうかというところを確認していきたいなと思います。はい。じゃあ、開けていきましょう。まずこれが RF ユニットの代わりとなる基板になります。はい。じゃあ続きまして、ラバ RGB 本体ですね。こちらですね。ありますね。ここに。マイクロ USB の端子が。
はい。これで要するにファームウェアをアップデートできるということでしょうね。はい。前回同様ですね。はい。コネクターですね。はい。前回、つけるの失敗したってやつですね。はい。これ今回気をつけましょうね。で、これがアダプターカードになるんですかね。アダプターボードというんでしょうか。はい。メインボードと PPU って書かれた、こういったアダプターボードが1枚入っています。それからですね、IC ソケットが2つですね。はい。それから、ピンヘッダーですね。これが IC のソケットに、挿すためのピンヘッダーですね。はい。が1つ。で、これが、基板で、基板同士をくっつけるためのピンヘッダーですね。が、2本という風になっております。はい。で、内容物は大丈夫かな。はい。そうですね。はい。今、写真の方、ご覧いただいているかと思うんですけども、はい。まず、これですね。RF ユニットの代わりとなる基板。それから、メインボードといいますか。はい。このキットボードですね。それからアダプターボードですね。はい。それからコネクタ。これ、外れてますけど、これと、これですね。このケーブルのね、ついたこのコネクタが、もう取り付いた状態で来てると、はい、いうことです。はい。それから、この、ピンヘッダー、長い方の分と短い方が2本ということで、はい。内容物としてはあってそうですね。はい。じゃあ、こちらの方でですね、早速、組み立てていきたいと思います。それでは、まずハンダの方のですね、溶けやすくするために、盛りハンダをしておきたいなと思います。今回ですね、ナイフ型の、見えますかね？ハンダゴテを使いたいなと思います。はい。これを使うとどうなるかと言いますと、てな感じで、結構横にね、スライドして、溶かしていく分にはすごく便利なので、いいなと思いまして、ちょっと買ってみました。そんなね、高いものじゃないので、はい。ハンダゴテもね、ちょっと、用途に応じてちょっと持っておくというのも非常にいいかなというふうに思います。はい。まずこうやってハンダを、はい、古いハンダに馴染ませて、なるべく溶けやすくすると。馴染ませるって感じですかね。はい。古いハンダってね、熱加えてもなかなかね、溶けないんですよね。なので、こうやって溶かしていただくと。溶け込ませていただくか。はい。っていうことですね。はい。これをすることによって、ハンダがこう、古いものとこう、新しいものが一体化しますので、はい。だいぶ溶けやすくなりますよということですね。はい。反対側。はい。で、今度は RF ユニットの方も溶かしておきます。RF ユニット溶かしちゃダメだな。RF ユニットを接続している、ハンダも溶かしておきたいと思います。あ、外れましたね、こっち。はい、あと反対側。戻っちゃった。OK です。というわけで、外れました。こちらの方で以上となります。では続いて PPU の取り外しの方に移りたいと思います。はい。じゃあ今度はですね、こちら、よいしょ。自動ハンダ吸い取り機ですね。はい。こちらの方を使ってやっていきたいと思います。はい。じゃあ、このファンの方また回してですね。はい。やっていきます。はい。という感じなんですけども、どうでしょうか。そうですね。これで簡単に外れや完璧なんですけどね。ね。難しいよな。はい。ごちゃごちゃと吸ったりつけたり吸ったりつけたり、はい、やってまして、ようやく、ちょっと外れかかってきました。長いことかかりましたが、ようやく外れました。
はい。ここまでが、大きな作業というか、はい。一番の作業というかですね、はい、になりますので、ここまでは慎重にやっていただければいいかなというふうに思います。はい。じゃあ、あとコンデンサーですね、外してしまいましょう。で、コンデンサーは、見えるかな？この2箇所ですね、はい、が足になるはずなので、はい、これを外します。ここと、ここですね。はい。ね、電解コンデンサーなんかはもう一瞬ですよね。はい。非常に便利ですよね、これね。はい。はい。というわけで、これでラバ RGB のですね、取り外しなければいけない部品というのを、すべて取り外した状態ということになりました。はい。じゃあ続きまして、ラバ RGB のキットのですね、組み立ての方の手順に進んでいきます。はい。ではですね、こちらの方、IC のピンソケットの方ですかね。ピンソケット？IC のソケットの方を取り付けていきたいと思います。はい。じゃあですね、こちら、一応カプトンテープでこう、外れないようにと言いますか、これ、反対向きにね、ハンダ付けしていくので、こう、抜けないように、テープの方で留めてあります。はい。じゃあ、ちょっとハンダ付けの方をやっていきたいんですけども、よいしょ。はい。じゃあ、やっていきます。よいしょ。はい。こんな感じですね。この、なんて言うんでしょうね。この、ハンダゴテの先なんですけど、用途によってね、変えるとすごく使いやすくなったりしますね、これね。あんまりね、もう、普通の標準のね、ものしかあんまり普段使わないんですけど、ちょっとね、最近このピンソケットを取ったりとか、くっつけたりとかですね、そういう風な作業をするときに、めんどくさいなと思いながらですね、で、買ってみたんですけど、やっぱり、用途に応じてと言いますか、やっぱり大事だなっていう風には思います。はい。道具とやなんとやらはってやつですよね。大丈夫そうですね。はい。ということです。はい。ではですね、こちらの方で、ピンソケットの方が、ピンソケットじゃない、IC ソケットの方が、取り付けが終わりましたので、カプトンテープを外しておきます。はい。こんな感じですね。最初に説明しとくの忘れましたけど、これね、前回も説明した通りなんですけど、この切り掛けね、ちゃんと合わせてくださいね。はい。で、これが終わりましたら、よいしょ。ちょっとごちゃっとしてますけど。はい。こういう感じで、要するに、キットボードを、作っていくんですけども、はい。問題はですね、前回、これですよね。これを、要するに、先にくっつけちゃったんで、このコネクターが後でつけるの大変苦労したっていう風な思い出がありますので、今回はですね、はい。これね、PPU ですね。はい。これもちょっと後でやりましょう。先にもう、このコネクターピンと言いますか、コネクターをもう先に取り付けておきたいと思います。はい。で、これもですね、ついてるんですけど、はい。仮止めしておいて、はい。こちらですね。はい。に、ハンダ付けしていきたいなと思います。はい。じゃあやっていきます。見えるかな？もうちょっと、こっちの方かな。はい。じゃあやりますね。じゃあ、カプトンテープの方を剥がしておきます。はい、これでね、付け忘れはなくなったんですけども、実は今回のこの
赤白ファミコンに限ってはですね、取り付けた際に、ね、もう被らないようになってるんですよ。なので、この辺は安心してしていただければいいのかなと思います。はい、あとはこの取り付けですね。ちょうどこことこの取り付けの部分が一番やっぱりネックになるので、はい、ここだけ注意して取り付けていただければいいのかなと思います。はい。じゃあ、続きまして、アダプターボードに、ハンダ付けをしていく作業になるんですけども、先ほど取り付けた、IC ソケットをですね、に、ピンヘッダーを、つけるんですけども、これが、要するに丸型の、ピンヘッダーで、この IC ソケットに対して、こう、刺さるようなものですね。はい。で、向きなんですけども、こういう感じの、はい、向きで、取り付けたいなと思います。止めていただいてですね。要するに、斜めに取り付けちゃうと、ハンダをね、修正しないといけなくなっちゃうんですね。だから、こう、斜めじゃなくて、こう、まっすぐね、なるように、刺さった状態で、取り付けるということが、大事なのかなというふうに思います。はい、じゃあ、また今回もちょっと、テープでちょっと固定した上でやっていきたいと思います。はい。ちょっと押さえながらね、ハンダしてみましょうか。はい、じゃあ行きます。押さえながら、離す。ちょっとこの角が立ち始めると、フラックスが不足しているっていうことなので、ちょっとフラックス足してあげます。はい、ではですね。はい、ハンダ付けの方が完了しました。じゃあちょっと、カフトンテープを剥がしまして、よいしょと。今度はですね、このアダプターボードをですね、このキットボードの方に取り付けていかないといけないんですけども、またこれもですね、例のごとく、先にこちらの方からハンダ付けをしていかないといけないので、はい、その工程の方をやっていきたいと思います。では次の作業なんですけども、こちら、キットボードに対してですね、ピンヘッダーをつけていく作業になります。はい、ここからがですね、ちょっと手順がややこしくなっていくんですけども、まずですね、この先ほどピンヘッダーをつけたアダプターボードなんですけども、はい、このアダプターボードをですね、一旦こちらの方にかぶせていただいて、はい、固定していただきます。で、これをすることは、先ほどと理由全く同じで、要するに、斜めに取り付いてしまうと、刺せなくなっちゃうからですね。はい。なので、まず、こちらの方で、固定をしておくと。はい。こんな感じですかね。はい。で、こちらの方をハンダ付けします。するとですね、こちらからはアダプターボード抜けますよね。はい。で、これをハンダ付けして、抜いて、今度はこの IC のソケットを挿して、で、抜けば、このソケットのピンに、こう、ハンダ付けできますので、はい。そういう順番です。はい。これがややこしい。ね、これ間違うとどうやって外すんだこれって話になっちゃうんで、はい、まずこれをやっていきたいと思います。はい、じゃあ、早速ですけどもやっていきます。ね、難しいですよね。なかなかね、説明書にそこまで書いてくれてないんでね。はい、それからこのね、IC ソケットのね、この切りかけの向きとね、この位置のところ、間違わないように気をつけてくださいね。はい、じゃあ行きます。はい。
というわけで、これで大丈夫だと思います。こんな感じになりました。はい。で、ここからなんですけども、この、アダプターボードがですね、はい、当然、こう、抜けるわけですよ。ね。はい。で、今度は、この PPU が乗った IC ソケットを、規定の図の通りに、挿して、ここをハンダ付けするということですね。はい。で、最後にこれをアダプターボードを取り付けてハンダ付けすると。そういう順番ですので。ではですね、こちら PPU の方を IC ソケットの方に接続して、はい、このように裏返した状態になっています。はい、またPPU の方はですね、カプトンテープで貼り付けて、ソケットが抜けないようにしています。はい、じゃあこれでハンダ付けの方をやっていきたいと思います。はい。という感じです。どうですか？見えますかね？はい。ということで、これで、IC ソケットの方の取り付けも完了しました。大丈夫ですかね？はい。こんな感じです。で、これをですね、よいしょ。はい。あと、こちらの方ですね。ハンダ付けしていって、で、はい。この本体の、もともと PPU が乗ってたところにこのように接続するということですね。なんかここすっごいギリギリですけどね。はい。なんかこういう感じで逃がしてましたね。なんかこれ大丈夫なのこれ。はい。無理くりな感じは若干否めないんですけど、はい。一応こんな感じになるみたいです。あとは、全体的な配線の方をしていって、これが、前期型とですね、ちょっと後期型で、変わってくるので、その辺ですね。はい。順を追って、やっていきたいと思います。はい。じゃあ、アダプターボードとですね、キットボードの方を接続していきます。先ほど、ピンヘッダー、つけた、このキットボードですね。はい。こちらの方に、このアダプターボードを挿します。はい。はい。一応、こういう形で最終的に、出来上がらないとダメです。はい。なので、このね、チップコンデンサーの位置とか、この穴の位置とかよく見ていただいて、合わせてくださいね。はい。じゃあ、ハンダ付けの方をやっていきます。これはもうしっかりはまってますんで、カプトンテープでこう貼る必要性はないかなと思います。はい。じゃあやっていきます。はい、こんな感じだと思います。はい。じゃあ、これ、はい、清掃していきます。はい、じゃあ続きまして、サブ基板へのですね、配線の取り付けをやっていきます。前回、ニューファミコンでも、やらせていただいた通りなんですが、このコネクタにですね、それぞれ記号が入っているんですけども、それをサブ基板の方に書かれた記号と合わせてハンダ付けしていくと。そういうことですね。はい。になりますので、もうすでに対応したケーブルの方をですね、スルーホールの中に差し込んであります。はい。じゃあ、早速ハンダ付けをしていきたいと思います。はい。どんなもんでしょう。全体的に、一応ちゃんとついたとは思います。
はい、こんな感じですね。はい。あとはね、ちょっともうここの辺が弱いと思うので、ちょっとこの辺ね、最後アセテートテープでこうビタッと止めてしまった方がいいかもわかんないですね。細い配線でね、こうただスルーホールなんか入れてハンダ付けしてるだけなんで、切れてしまう可能性の方が高いと思うんですよね。というわけで、これで一応キット基板の方から、サブ基板に対するこのコネクターの配線ですね、が完了しました。はい。じゃあ、続きましてですね、残り、配線があるんですけども、はい、これらを、どこに接続するかっていうところですよね。前回もやったんですけども、はい、この辺を、接続していきたいなと思います。皆さん、突然すみません。おっさんがカメラの録画ボタンを押すのを忘れていたので、私が代わりに説明します。キットボードに取り付けたコネクタから出ている配線のうち、黄、赤、黒、白のケーブルが残っていると思います。まず、黄色のケーブルを3番にハンダ付けしてください。次に、赤のケーブルを6番にハンダ付けします。続いて、黒のケーブルを7番にハンダ付けします。そして、白のケーブルを8番にハンダ付けして完了です。AUX は、後ほど、取り外したコンデンサのマイナスへハンダ付けします。この説明がないと、わけわかんないですよね。以上、久しぶりに登場のアシスタントでした。はい。では、早速ですけども、電源の方の配線をしていきたいと思います。この配線につきましては、付属のケーブルにはついてませんので、その辺だけちょっとご注意ください。別途配線を用意する必要があります。はい。まずですね、電源の、配線として、5V の線と、あとグラウンドですね、の配線をしていきます。はい。まずこちらですね、5V の電源の方なんですけども、はい。こんな感じでしょうか。で、続きまして、グラウンドの線を、はい。ハンダ付けしていきます。はい。ということで、はい。これで、こちらですね。5V とグラウンドの配線が完了しました。で、ここからなんですけど、こちらの、よいしょ。基板を裏返してですね、はい、見えますかね。はい、こちらがってね、わかんねえよって話だね。はい、ここの穴ですね、が、グラウンドになってます。で、ここですね、4箇所、これスルーホールがあるうちのこの3箇所目が 5V の穴になってますので、こちらの方にハンダ付けしていきます。なので、今配線した基板の方で言うと、赤色ですね。こちらを 5V の穴に通して、これですね。はい。はい。ここに、まずハンダをつけていきます。はい。こんな感じです。で、続きまして、はい、グラウンドですね。の配線ですが、要するにこの金属の部分に触れてれば大丈夫ですのでね。はい。じゃあ、ここハンダ付けします。
この 5V のラインですね。を、ここに、ハンダ付けしました。で、グラウンドを、こちらですね。こう通して、ここにハンダ付けしてます。別にこっちにハンダ付けでも、ハンダ付けしていただいても大丈夫です。はい。ということで、最後ですね。よいしょ。細かいですよね、結構ね。続きましてというか、最後に、この、コン45とコン46のラインになるんですけども、これがですね、オーディオのラインとサウンドのラインになるはずなんですよね。で、それをちょっとつけていきたいなと思います。はい、ですね、では、サウンドのですね、線を配線しなきゃいけないんですけども、場所なんですが、ここですね、コン45の配線がこちら。で、46の配線がこちらですね。はい。に、接続していきたいと思います。はい。じゃあ、やっていきましょう。ちょっと先に森ハンダをしておきます。はい。こんな感じです。はい。でですね、45番のこの配線をカットしてほしいということでしたね。はい。なので、この配線をカットします。これはね、なかなか情報がないとできないと思うんですよね。切れてますかね、これね。ちょっと確認します。よいしょ。ここと、ここですね。あ、ごめんなさい。ここか。はい、切れてますよね。大丈夫ですね。はい。合ってるよな。はい、大丈夫ですね。はい、なりませんので大丈夫です。はい、これで OK のはずです。でですね、はい。続いて AUX の配線ですね。をやっていきます。AUX っていうのは、よいしょ。こちらですね。これですね。はい。に、つなぎたいと思います。はい。じゃあ、この配線を通して、はい。じゃあ、ハンダの方ですね。つけていきます。で、で、その接続先ですよね。がどこになるかと言いますと、はい。一番最初にですね、電解コンデンサーを外した、ここなんですけども、はい。この平べったいで、このなんか抵抗がついてるこの下、になります。はい。こちらですね。はい。ここに電解コンデンサーの足が2本、はい、出てたんですよね。はい。で、ここに、ハンダ付けをするということです。はい。じゃあやっていきます。はい。ということでございます。はい。で、最後になんですけども、一番最後までね、スイッチ何も触らなかったので、はい。本当はこのスイッチですね、外さないとダメです。というのは、このサブ基板の方に、パワースイッチの接続の、ところがあるので、はい。これを外していきたいと思います。はい。じゃあ、ハンダを溶かしの、はい。こんな感じで。はい。はい。配線外れましたね。はい。
はい、この電源スイッチですとですね、配線後期型のね、ここについてたんで短いんですよね。で、これを要するに長くしておかないと、接続ね、するまでの距離が足りないので、はい、この配線も長くしたいと思います。はい、じゃあ最後にですね、電源スイッチの方を移設したいと思います。はい、もともとこれ旧型のファミコンから引っこ抜いてきた電源なんですけども、基本的にはね、全く同じもので配線の長さだけが違うんだろうなというふうに思いますので、こうですね。はい。こちらの方が、もともとついてた短い後期型のスイッチなんですけど、これが前期型のスイッチですね。差がないので、はい。これで大丈夫なのかなというふうに思います。はい。じゃあ、ハンダ付けの方をしていきます。はい。じゃあですね、これは初期板の方反対向けまして、はい。じゃあ、ハンダ付けしていきます。はい。これだけですね。はい。というわけで、以上で、組み上がりになります。もうね、もうしっちゃかめっちゃかな感じですけど、AUX の線だけちょっとね、めんどくさいですね。はい。これでね、実際に動くのか動作確認の方をやっていきたいと思います。はい、お待たせしました。じゃあ、ラバ RGB バージョン 2.0 のですね、取り付けが完了しましたので、早速動作確認の方をやってみたいなと思います。使うソフトはですね、スーパーマリオブラザーズですね。はい、ジャンク品で200円で、買ってきました。お前、まだあるだろうって話もあるんですけど、はい、なんかこう、ジャンクボックスの中にスーパーマリオブラザーズがあるのがちょっと心が痛くてですね、買ってきてしまいました。はい。大した理由じゃないです。はい。ということで、電源の方を入れてみます。その前に、構成なんですけども、今回はですね、スカートケーブル、これは同じなんですけども、この、ラバー RGB って、要するに、端子何っていう話があるじゃないですか。画面の方に出しておきますので、そちらの方をちょっとご確認いただきたいんですけども、通常のファミコンのですね、ファミコンのニューファミコンの、AV マルチアウトですかね。はい、端子ではありませんので、はい、その辺だけご注意ください。このラバー RGB のですね、商品ページのところにおすすめでこのスカートケーブルが出てますので、それを買っていただくのがいいのかなというふうに思います。はい。で、まずこのスカートケーブルの方からいつものように ODV、GBSC の方に入れて、で、これを、キャプチャーカードの方に HDMI で繋いでると。そういう環境でございます。はい。じゃあ、早速ですけども電源の方を入れてみましょう。じゃあ電源入れます。はい。ということで、無事、RGB で出力することができました。はい。おめでとうございます。これは結構大変でした。ファミコンをね、隅から隅までこう、構造を理解されてる方が作られたんだったら、多分、こんなに苦労はされてないと思います。はい。やっぱりね、どこにどの、信号が来てるのかというところをですね、きちんと把握してないとやっぱり作れないと思いますね。はい。なので、今回は、バージョン2ということでですね、前回ちょっとニューファミコンの時に大嘘つきましたけども、はい。今回すごいですよ。カラーパレットのお話なんですけど、今回、8種類使いますので、はい。これも、セレクト、覚えてますかね？セレクトボタンを押しながら、上ボタンですね。はい。PC10、CXA、YUV、プライム、スムース、FCEUX、NTSC、PAL、PC10 という形で、一周戻ってきたわけですね。はい。ということで、画面のですね、右上に出るようになりましたので、はい。もう何が何かわからないということはありません。はい。セレクトと A ボタンを同時すると。はい。そうすると、リセットがかかります。はい。こういう風な、使い方ができますので、はい。これは、
まあ大丈夫か。セレクトと A ボタン同時押しのゲームとかをやってると、リセットがかかるので非常に危険なんですけども、はい。まあそういうゲームがあったかどうか、はい。ちょっとあんまり覚えてないですけど、はい。まあということです。はい。どうしましょう。試しに一回ちょっとやってみましょうか。はい。じゃあプレイしてみます。画面もせっかくなんで、何がいいですか？これ結構鮮やかでいいですか？はい。ほう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 。危ねえ取り方だな。違うの。まあ、違うんですよっていうのもおかしな話なんですけど、これね、キャプチャー越しに見るとね、遅延して見えるんですよ、これ。なので、ちょっとジャンプしてるタイミングとかがね、全部ずれてるんですよね。はい。なので、ちょっと、お見苦しい点が多々ございますが、お許しいただければなと思います。いやー、でもやっぱ綺麗ですね。はい。これ、後期型のファミコン持ってらっしゃる方は、これ新しく、このラバ RGB 買って作れてるんですかね。まあ、よくわかんないですけど。はい。説明書は、前期型の、まあ、ものをベースに書かれてるんですよ。なので、接続するとこ全部違うんですよね。まあ、説明しましたけども。これ、後期型と、やっぱり前期型で、まあ、つなぐところが違うっていうと、要するに後期型の、まあ、仕組みをきちっと理解してないと、まあ、作れないってことになってしまうので、まあ、その辺ちょっと、まあ、サポートの方が対応されてるっていうことなんでしょうね。はい。ということで、はい、すいません。一応、まあ、1の1もクリアしましたので、はい、一旦電源の方を落とします。はい、ではですね、今回せっかく、ラバ RGB を、まあ、購入しましたので、お楽しみがございます。実は、ドドン。ファミコンのクリアシェルですね。はい、こちらの方も購入しましたので、このケースに収めていきたいなと思います。ちょっとテンション上がるでしょ。はい。どうだったかな今、これね、シェルっても言っても、下も全部あるわけじゃなくって、この上のカバーのこの部分だけなんですよね。ここだけが、シェルとして、販売してまして、今、Amazon で7500円ぐらいだったと思います。はい。なので、まあ、こういうちょっとね、特殊な、RGB なんかがね、乗ってるような基板を、ちょっとこう、外から見えるようにと思いまして、はい。こういった、シェルを買ってみました。はい。じゃあ、この後はですね、この中に組み込んでいく作業の方をやっていきたいと思います。はい、それではですね、ケースの方に組み付けていこうと思ったんですけども、はい、いろいろとやっぱりね、問題点というか課題がありまして、まずですね、こちらの方が、1ミリぐらい、穴をちょっと、拡張してあげないと、このコネクタに、刺さらないと思います。実際は、こういう感じのコネクタなので、やっぱり1ミリぐらい拡張してあげるということで、削り作業の方ですね、が必要になってくるということですね。それから、もうこれはひょっとしたらもうね、この RGB 化の宿命かもわからないですけども、はい。カセットのですね、イジェクトレバーですね。こちらの方がですね、はい、この基板に干渉してしまって、つけることができません。はい。なので、もうこのレバーですね、をもう外してしまいたいと思います。まあ、ニューファミコン仕様といいますかですね、ニューファミコンタイプな感じのファミコンが出来上がるということですね。はい。まあ、結局、まあ、イジェクトレバーでね、強制的にカセットを押し出してるだけなので、はい。まあ、ちょっとカセットのね、取り出しをこう、斜めにこうしないように抜いていただければ問題ないのかなというふうには思うんですが、基本的にはこの方法しかないのかなというふうに思います。はい。まあ、その他はですね、見ていても特に問題はなかったので、あとはケーブルのこう引き回しですね。難しい点はですね、やっぱりこの辺ですよね。コネクタのこのケーブルがわちゃわちゃとこう出てるこの辺。
が、要するにこれをこう回すと絶対閉まらなくなるんですよね。はい、裏蓋のところにここにレーンがねこう通ってるんですよ。なのでそこに干渉してしまって、ね、ここケーブルが入らないっていう状態になってしまうので、これはもう内側に入れてなんとかこうケーブルをまとめてですね配線をしてあげる必要性があると思います。はい、じゃあその辺をちょっと注意しながら穴の削り加工の方とちょっと配線の取りまとめをして、ケースの方に組み込んでいきたいなと思います。はい、ではですね、穴あけ加工の、位置をマーキングしました。とはいえですね、これ結構難しくてですね、このクリアシェルの方はね、まだいいんですけども、この下ですね、底蓋の方が、裏から見るとこんな感じになってまして、はい、なんでしょうね、こう、ちょっとね、楕円になってるんですよね。なので、このね、一番わかります？折れそうなんですよね、この辺ね。はい、ここをこう削らないといけないと。これ逆にね、ここの出っ張りのところをもう削ってしまうっていう感じでいいのかもしれませんね。はい。そんな感じで、はい。ちょっと簡単な方からまず削っていきます。はい。こんな感じじゃないですかね。ケーブル。一応ここまでね、削れば入りますね。はい。じゃあ、次、下の、方へ行きたいと思います。はい。じゃあ次、下ですね。こっちですね。これが難しいな。はい。じゃあやってみます。確か底面のね、プラスチックの方が柔らかいって聞いたことありますね。はい。気をつけて作業をやりましょう。はい、それではですね、シェルケースの方に、基板の方をですね、組み込みました。で、残念なのはやっぱりこのイジェクトレバーですね、が、お飾りになってしまいまして、もうね、カタカタです。で、このね、クリア、シェルのですね、いいところは、上からラバー RGB の基板が、乗ってることがわかるというところに、メリットがあるのかなと思います。ね、ちょっと、カセットの抜き差しはね、もう、ニューファミコンのように、こういう風にやっていただくしかないんですけども、これはこれでね、いいのかなというふうに思います。はい。じゃあ、最後、動作確認の方で、電源の方を入れてみたいと思います。こちらの方の、映像信号ですね。ODV、GBSC の方から、キャプチャーカードの方に行きますので、はい。電源の方入れてみます。はい。電源入れます。はい。今、ここ、信号が来たので、LED つきましたね。はい。というわけで、スーパーマリオブラザーズの方が起動しました。はい。というわけでですね、はい。ちゃんと効くんでしょうか。セレクトボタンを押しながら、上、スムース。はい。っていう感じで、効きますね。はい。で、リセットの方も、効きますね。はい。なんかよくわかんないですけど。はい。というわけで、これで、はい。一応ラバー RGB を、このファミコンの、赤白ファミコンですね。赤白ファミコンの後期型の基板に組み込んでみたということですね。以上となります。はい。なんかどうしましょうかね。別のソフトでも試してみますか。はい。じゃあちょっと電源切って別のソフトを入れてみたいと思います。何がいいかな。はい。抜き差しするときは、はい。できるだけゆっくり、はい。やりましょう。
はい、またこれまた懐かしの高橋名人の冒険島とかどうですか。はい。はい、じゃあ電源入れます。おお、なんかすっげえノイズ乗ってたね。はい、大丈夫かな。はい。というわけで、はい、一応、無事動きました。やっぱりね、RGB の出力なんで、やっぱりこう、くっきりですね。はい、ちょっとやってみましょうか。ちょっと遅延あるからな。意外と覚えてるもんですね。ああ、そうか。加速しながらジャンプしなきゃダメですね。はい、っていう感じで、はい。ちょっと覚えてましたね。はい、ということで、ラバ RGB を、赤白ファミコンに組み込んでみたという動画でした。はい、どうですかね。こういう風な、赤白ファミコンもいいかなという風に思われたか、それとも前回のやらせていただいたニューファミコンの方がね、すっきりしていいかなというふうに思われたか。人それぞれだと思うんですけども、やっぱりね、この基板も、お値段がね、とにかく安いので、RGB 化できると思えば、それなりに、安いのかなとは思います。はい。ただちょっとこのレバーが使えないとかね、はい、ちょっと後ろのね、加工が必要だとか、そういったところがね、ちょっとハードルが高いのかなというふうに思います。はい。あとは配線の位置ですよね、を、間違ったりとかですね、なんていうんですかね、こう基板のパターンをカットしないといけないところがあるんですけども、その部分を誤ってカットしてしまったりすると、基板がダメになってしまったりしますので、結構難易度的には高い方なのかなとは思います。はい。なので、ちょっと今、この動画を見てですね、これはようやらんなというふうに思われた方は、ニューファミコンの方をやっていただくのが、わかりやすいのかなというふうには思います。はい。ね、なんしかこの赤白ファミコンはね、この、なんていうんですかね、この中にね、このスペースがね、全然ないんですよね。はい。なので、ちょっとこの辺がね、弱点と言われりゃ弱点なんですけども、はい。ロマンがあるじゃないですか。はい。それだけって感じですけど。はい。ということで、はい。本日の動画、ラバ RGB 赤白ファミコン用の、バージョン 2.0 を組み込んでみたという動画でした。はい。この動画がまた面白かったという方はですね、チャンネル登録、いいねボタン、またよろしくお願いいたします。はい。それでは本日の動画は以上となります。どうもご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。それではお疲れ様です。さよなら。